次の写真の子供たちを前にした時、あなたはお金を差し出しますか？2007年12月、舞台は中国安徽省の小さな村。冷たい路地の一角で一人の女性が震えながら座り込んでいました。その女性の目の前にはまばらにお金が入った小さな缶が。そう、彼女はいわゆる物乞い。そして、あら可愛い赤ちゃん。女性の腕に抱かれた小さな赤ん坊に気がつき、立ち止まった通行人。しかし通行人は赤ん坊の顔を覗き込むと同時にその表情を曇らせます。なぜならその赤ん坊には手足がなかったから。これご飯の足しにでもしてください。通行人は親子を哀れに思い、いくらかのお金を差し出しました。本当にありがとう。瞳を潤ませながら頭を下げた物乞いの女性と、その様子を見て満足げに微笑む通行人。この時通行人は思いもしていませんでした。女性が抱いているその赤ん坊がわざと手足を切り落とされているとは。小さな赤ん坊を連れた物乞いを哀れに思い、施しを与える通行人。果たしてその行動は本当に親子の救いになるのか。アジアの貧困地区にあふれる物乞いに施しを与えてはいけない真の理由とは。おぞっす。最近ヒゲ脱毛したけどマジで痛えわ。あれケンちゃんです。お肌の調子が絶好調、やみやみこです。そうなんだ、最近いい感じなんだ、ね、薬を塗ったくってるだけなんだけどね、あなたのお尻の出来物とかあったら私に相談して見てあげるから。いやいや、できねえよ。お尻に出来物できたことない。どこにできるの？高校生の時に頭に角生えてたぐらい。分流って言って腫瘍みたいな頭にできてて、ど真ん中にあったから角みたいなやつで。あれでしょ？触ると過去に戻れるんでしょ？今回はですね、世界にはびこる闇シリーズということで、第2回目なんですけれども、アジアの貧困地区でよく見られる物乞いの闇について取り上げていきたいと思います。海外とかね、旅行するとね、タクシーとか乗ってると子供たちが窓の外からコンコンってしてこう物乞いしたりとかしてね。なんかあるわね。あれでこうかわいそうだと思った旅行者の方がね、ついつい金品渡したり食料渡したりってあると思うんですけど、実はそういう子供たちにはですね、お金を渡してはいけないっていうね、地域のルールができるぐらい、裏側には闇とか汚ね大人の事情とかね、いろんなことがね、実はあるんです。金のなる木。2007年12月、中国遼寧省露湖島市。私たちの子供を返して。何言ってるの。まだ期限は来てないわよ。返すわけないじゃない。道端でけたたましい怒号を上げ、一人の女性を相手に言い争いをしているのはリュウさん。その傍らではまだ年半もいかない少年が困った表情で大人たちを見上げています。実のところリュウさんはつい数ヶ月前、とある理由からこの女性に7歳の息子を預けました。そしてこの日、リュウさんは女性から息子を引き取るため遠路はるばるこの遼寧省までやってきたんです。しかし絶対に返さない。ちゃんと前金は払ったはずよ。女性はそう言って一向に子供を返そうとしません。怖えな。子供を預かる側にもかかわらず前金を払ったなどと違和感のある主張をする女性。実はリュウさんとこの女性とのやり取りには中国の貧困地区に蔓延しているとある風習が関係していました。事の発端は当時から15年ほど前まで遡ります。1993年1月、中国安徽省の小さな村で道端に座り込んでいたのは一人の男性。うつろな目で地面に置かれた空き缶を見つめるこの男性の名はハオラン。いわゆる物乞いです。さらにハオランの前を通り過ぎてしばらく歩くと、また同じように道端に座り込む人が。そう、この村では道の両脇に並ぶようにして何人もの物乞いが通行人に施しを求めていました。中国の貧困地区ではこのように物乞いが街中に溢れている光景も珍しくないんです。そしてこれだけ物乞いの数が増えると、物乞いをする人にとっても避けられない問題が生じてきます。ダメだ、今日も全然集まらねえ。ほとんど空の缶を前に深くため息をこぼしたハオラン。物乞いをすっかり見慣れてしまったこの村の通行人は彼を哀れに思うこともなく、皆見向きもしないで通り過ぎてしまうんです。しかしハオランが物乞いをしている場所のすぐ近くから聞こえた小銭を投げ入れる音が聞こえた方へハオランが目をやると、先ほど自分の前を素通りした通行人が別の物乞いの前に立ち止まり、お金を投げ入れていました。ありがとう、ありがとう。そう言って何度も頭を下げる女性の目の前の缶には溢れんばかりのお金が。またあいつか。そう、何人もの物乞いが並んでいる中で通行人は彼女にだけお金を差し出すんです。何？女性の物乞いの方がお金を集めやすいの？そういうわけではないんですけど、この女性がね、お金を集められた理由としては、この女性を見た時に通行人たちにある感情を喚起させられたからなんです。
あいつみたいに道場を引ければもっと金が集まるのにな。恨めしそうにそう漏らしたハオラン。彼の視線の先の女性は不自然なほどに何度も座り直し、自分の足元へ通行人の注意を引こうとしていました。そう、実のところこの女性には片足がありません。彼女はその幹部を通行人に見せることで道場を引いてお金を恵んでもらっていたんです。女性を近くで見ていたハオランだけではなく、この村で物乞いをするほとんどの人が彼女だけがお金を稼げる理由を知っていました。しかし自分から望んで手足を失ったりできるはずもなく、女性が多くの道場を集めていたその方法は簡単に真似られるものではありません。では5体満足な物乞いはどうすれば通行人の道場を引けるのか。村の物乞いたちは必死に考えを巡らせました。そしてある時、その答えにたどり着いてしまうんです。そうだ、子供を使えばいいんだ。貧困で子供が苦しい思いをしている。その事実は障害があって働けない人を前にした時と同じような同情を誘う要素となり得るんです。しかし村で物乞いをしている全ての人に子供がいるわけではありません。そこで物乞いたちが編み出したのが、お金を払って他人の子供を借り物乞いに利用するレンタルチャイルドのビジネスでした。もしかしてさ、最初に出てきたリュウさんって物乞い用に子供を貸してたの？そうなんです。だから子供を借りていた女性が前金は払っただろうとかおかしなことを言ってたわけですよ。どうしても生活が立ち行かなくなったリュウさんは日本円にして約7500円のレンタル料で7歳の息子を物乞いの女性に貸し出しました。しかし約束の3ヶ月を待たずして両親の呵責に駆られ息子を返してほしいと女性に交渉しにやってきたんです。お金はお返ししますから息子を返してください。これ以上ごねるなら警察を呼びますよ。リュウさんがそう責め立てると、返金用に差し出されたお金をようやく受け取った物乞いの女性。警察の言葉を耳にした彼女は不服そうにしながらも借りていた子供を残してその場を去っていきました。このように中国の貧困地区では物乞い用に子供をレンタルするビジネスが横行しているんです。物乞いたちは借りてきた子供と親子のふりをしたり、自分が仕事へ行く間子供だけで物乞いをさせたりして効率的にお金稼ぎをするように。こうした手法は中国国内だけではなくインドやパキスタン、タイなどの発展途上国を中心に広がっていきました。そしてレンタルチャイルドが出回って数年すると、この市場にまた新たな風潮が現れ始めるんです。最近やけに障害を持った子供が多いな。道端に並ぶ物乞いの様子にそんな違和感を覚えた通行人。そう、障害を持つ子供は通行人の同情を引きやすく、レンタルチャイルドの中でも特に重宝されていました。しかしそうした事情を踏まえても、障害を持った子供の物乞いは各国で不自然なほどに増えていたんです。なるほどね。だから子供の物乞いはレンタルチャイルドっていう背景があるからお金渡しちゃいけないよってことなわけね。でもなんでそんな障害のある子供が増えてるの？それはまた別の問題だと思う。実は少しでも多くのね、お金を稼げるレンタルチャイルドを増やそうと、物乞いたち中でも大人たちがいるわけですけど、彼らはもうあの手この手でね、いろんな残酷なことをするんですよ。続いてはですね、そんなレンタルチャイルドの闇を物語るインドの少年のお話。少年を襲う悲劇。2009年1月、インド・ムンバイのチャトラパティ・シーバージー駅の片隅に座り込んでいたその少年の名はアーミル。お腹すいたな。薄汚れた格好にやつれ切った顔で駅構内をぼーっと眺めていたアーミル。彼は無一文で行くあてもないストリートチルドレンでした。アーミルは幼くして母を亡くしており、父親に男手一つで育てられていました。しかしアルコール依存症の父は日常的にアーミルに暴力を振るっており、自宅を逃げ出した彼は火の身気のまま電車に乗ってこの場所へやってきたんです。ただそうやって故郷を飛び出したのはいいものの、12歳の少年が一人で生きていくためにできることは限られていました。働き口もないアーミルは駅に一人佇み、空腹に耐えながら物乞いをすることしかできなかったんです。そしてそれは彼がこの場所へ座り込んでからわずか数分後のこと。まあかわいそうに。駅構内に座るアーミルに気がつき、立ち止まったのは一組の夫婦。アーミルはその夫人の柔らかい声に気がつき、はっと顔を上げた。人の良さそうな夫人は彼のその反応を見ると、脇に抱えていた袋をごそごそと探り始めた。ほら、お腹が空いてるでしょ？夫人が差し出したのは見るからに高級そうなケーキだった。これまで食べたこともないようなごちそうを前に、アーミルは考える暇もなくケーキに飛びついた。夢中でケーキを貪るその様子に、夫人に同行していた夫がこうつぶやく。こんなに小さな子、ここに置き去りにはできないな。しばらく私たちの家に来るといい。穏やかに語りかけてくる夫婦にアーミルは心底救われる思いがしていた。こんなに優しい人たちがいるなんて、お役所の人か宗教の人かな。しかしその安堵と同時に彼は気を失い、その場に倒れ込んでしまった。僕眠っちゃったのか。ここは
どれくらい時間が経ったのか。目が覚めるとアーミルは病院のベッドの上にいた。そして彼が異変に気がついたのはベッドから体を起こそうとしたその時。どうして？なんか変だ。うまく動かない体に違和感を覚え慌てて布団をめくるアーミル。するとさっきまであった彼の足はもうなくなっていた。これ夫婦がアーミルを眠らせて足を切っちゃったってこと？じゃあ何？それが障害が増えてる理由なわけ？そういうことなんですよ。結局ね、障害があった方が稼げるんだったら自分たちでそういう障害を持つ子供を人工的に生み出せばいいというね、そういうもうとんでもない考えを持つやつが現れたんですよ。障害を持つ子供の方が同情を集めやすいと気がついた大人たちが考え出した方法は、身寄りのない子供たちを誘拐し悲惨な状態に改造すること。彼らは路上で物乞いをしている子供を連れてきては手足を切断したり、劇薬を浴びせかけて目をつぶしたり、顔に大やけどを負わせたり、ひどい時には違法薬物の乱用で正気すら奪われてしまう子供もいました。その哀れな姿で通行人の同情を誘い、物乞いで大金を稼ぎ出させるんです。出回り出した当初は生活苦に苛まれた親が泣く泣く子供を貸し出すケースが多かったレンタルチャイルド。しかしこのように時を経て、このビジネスはさらに凶悪な犯罪行為へと成り変わっていきました。そしてこのビジネスで私腹を肥やした大人たちは強大な組織を作り、裏の世界の覇権を握っていくことになるんです。レンタルというより誘拐して物乞いさせてるだけじゃない？こんなことさせてる組織って一体どんな奴らなのマジで。このね、組織の話を聞いたら、皆さんも海外に行った時にね、物乞いに施しを与えようとか、そういう気にはなれなくなる人もいるかもしれないです。というわけでね、物乞いに安易にね、施しをしてはいけない本当の理由がここで明らかになっていくんです。絶対に恵んではいけない。2022年3月、それはある女性記者がパキスタンとインドの国境の町ラホールのガソリンスタンドを訪れた際の話。おもちゃいりませんか？ガソリンを入れる記者に近づいてきたのはまだ幼い少年。あどけない笑顔を浮かべながらその子が差し出していたのは使い古されたボロボロのおもちゃでした。薄汚れた少年のいでたちからすぐに彼が物乞いであることに気がついた記者。彼女は哀れむような表情を浮かべながら少年にこう告げました。ごめんなさい、私はおもちゃで遊ぶ年齢ではないから。おもちゃの値段は大した額ではなく、一時の同情に任せて買ってあげることももちろんできました。しかし記者は心を鬼にして少年を追い返したんです。そして彼女がそうした理由はこの後すぐに明らかに。悲しそうにうつむき去っていく少年の背中を見送っていた記者。その時でした。突如鳴り響いた携帯の着信音に一気に青ざめる少年。彼がポケットから携帯を取り出してそれを耳に当てると、てめえ、子連れの家族だけに売れと言っただろ。少し離れていても聞こえるほどの大きな声で携帯から漏れ聞こえてくる罵声。その声を聞くや否や少年はその場から逃げ去ろうとしました。しかし、俺から逃げようってか、いい度胸だ、おらおら。どこからともなく現れた柄の悪い中年男。男は少年を捕まえると記者の目の前で何度も彼を殴りつけたんです。男は少年がおもちゃを売りつけるところをずっと監視していました。ああ、やっぱりおもちゃを買わなくてよかった。暴行を受ける少年を気の毒に思いながらも改めてそう確信した記者。そう、彼女は知っていたんです。その少年が物乞いマフィアの使いっ走りだったということを。物乞いマフィアってそれ子供さらって物乞いさせてる組織のこと？そうなんです。そういった子供たちの背景にはほぼほぼね、こういった物乞いマフィアがいるとされているんです。というわけで本日のメトラキーワード、物乞いマフィアについて。物乞いマフィアとは、物乞いを通じて資金を集めるマフィアのこと。子供を誘拐し、暴力や薬物などを用いて逃げられないように洗脳。場合によっては体を意図的に欠損させ、障害者に仕立て上げて物乞いを強要するんです。物乞いをする子供には厳しいノルマが課され、ノルマ未達の子供は拷問にさらされることも。うっかり物乞いマフィアの存在を漏らしてしまえば、命すら奪われかねないため、街で誰かに助けを求めることもできません。さらに、恵んでもらったお金は全てマフィアに回収され、子供には何の見返りも与えられないんです。例えばインドの場合、身体的欠損のある子供が物乞いで1日に稼げる額は最大10ポンド。これはインド国民の1日の平均的支出の10倍の額。物乞いマフィアの存在を知らない人たちによって日々それだけの額が闇の市場に流れてしまっているんです。このほか、物乞いマフィアに捕まった子供は児童ポルノや臓器売買など様々な闇のビジネスに利用されています。このようにしながら子供たちを出しに使って得た資金で物乞いマフィアはみるみる組織を拡大しているんです。つまりこれってさ、子供が物乞いしてるところに施しを与えるってことはもうマフィアに資金提供してるようなものよね。もうこ
こまで聞くと確かに物乞いされても与えちゃいけないっていう理由に納得できるわよ。結局助長しますからね、また肥やしになっちゃうとね。2006年、インドのテレビ局 CNN ニュース18は物乞いマフィアに関するとあるスキャンダルを報道しました。その内容は3人の医師が物乞いマフィアの依頼で子供の手足の切断手術を請け負う場面を撮影したもの。この時、医師たちが提示した手術費用は1万ルピー。なんと彼らは日本円で1万7000円という低価格で非道なその手術を受け入れていたんです。このようにして物乞いマフィアはいともたやすく障害者を作り出し、高額を稼ぎ出す使いっ走りとして利用しています。何より本来人の命を救う立場にある医学界の人間が子供を傷つけマフィアに協力していたその事実は多くのインド国民を震撼させることに。現在もインド国内ではあらゆる都市で子供の誘拐事件が頻発しており、物乞いマフィアの被害に遭う子供は年間4万4000人にも上るとされているんです。そして何も知らない観光客もまた物乞いマフィアの格好の獲物。旅先で子供の物乞いに施しを与えれば彼らはノルマ未達の罰を一時的に受けずに済むかもしれません。しかしそのお金の行き先は全て物乞いマフィアの懐。子供の物乞いに施しを与えることは本当の救いにはなり得ないことを肝に銘じておかなければならないんです。